今回のレシピは、ホリデーシーズンにぴったりのエビのスパイスカレーです。レシピ名のジンガーは、エビという意味で、スパイスが効いて辛いんだけど、カシューナッツを加えることでマイルドで濃厚な味に仕上げています。とっても美味しいので、よかったらお家で試してみてくださいね。では早速作っていきましょう。3、4人分の分量です。冷凍のむきエビ 300g を使用しています。エビは解凍したら、臭みの元になるのでしっかり水分を拭き取っておきます。さらに臭み消しにターメリックパウダー、塩、レモン果汁を全体によく絡めて10分ほど置きます。これはインドでフィッシュカレーを作るときもこのようにターメリックと塩とレモン果汁を使って臭みを取るんです。10分経ったらフライパンに多めの油を敷き、先ほどのエビを入れ、両面に少し焼き目がつく程度焼きます。最後に煮込むので、この時点で焼きすぎるとエビのプリッとさがなくなるのでご注意くださいね。焼けたらお皿にあげます。続いてマサラを作ります。先ほどのエビを炒めた同じフライパンをそのまま使います。フライパンにエビの旨味も残っていますからね。油の中にエビの水分が残っていることもあるので、少し火にかけて水分を飛ばして油だけにしてから足りない分の油を足します。今回は水っぽくないグレービーに仕上げるために、いつもより多めの玉ねぎを使うので、油も大さじ3くらいになるよう多めにします。油が温まったら、シナモン大きめ2かけ、ブラックカルダモン1個、グリーンカルダモン3個、クローブ5つにブラックペッパーを8粒、そしてカレーリーフ1房分の葉を入れます。ホールスパイスを香りが出てくるまで中火から弱火で炒めたら、玉ねぎ第1個をみじん切りして加えて炒めます。このようにカレーのスープ感をこってりにしたいか、シャビシャビスープにしたいかは玉ねぎの量で調整できます。なので玉ねぎは味のためというよりは、カレーの素、ルー作りのためと言っても良いと思います。玉ねぎがしんなりしてきたら、ジンジャーガーリックチリペーストを大さじ1強加えます。ニンニクと生姜と青唐辛子をみじん切りしたものでも大丈夫です。玉ねぎの水分が抜けてかさが減るまでよく炒めたら、カシューナッツを12粒ほど加えます。無塩でも塩ありでも、またはローストしてあっても、生のカシューナッツでも大丈夫です。よりマイルドにしたい場合はカシューナッツの量をさらに多くしてくださいね。2、3分炒めたらブレンダーでペースト状にしていきます。このひと手間でレストランのように濃いグレービーが出来上がります。ブレンドしづらい場合は水を少量加えます。そうするとホールスパイスやナッツもうまくペースト状になってくれます。次にトマト缶大さじ2ほど加え、ブレンダーにかけます。トマトは炒め玉ねぎの段階で一緒に炒めても、この段階に加えてもどちらでも大丈夫です。普段カレーを食べるときはホールスパイスを除いて食べるのですが、ブレンダーにかけたことでスパイスごと食べられ、よりスパイスの香味を楽しめます。いよいよ最後のステップです。同じフライパンに油大さじ2を加え温めたら、ペースト状にしたマサラを加えます。そこへ塩小さじ1、ターメリックパウダー小さじ4分の1、コリアンダーパウダー小さじ 1.5、クミンパウダー小さじ2分の1、レッドチリパウダー小さじ1を加え、よく全体を混ぜ炒めます。そしてブレンダーやボウルに残ったペーストも、水を少し加えて湯水で余すことなく鍋へ戻します。水分が炒める時の焦げ防止にもなってくれますよ。中火と弱火の間の火力でマサラを炒めます。鍋肌に張り付いてきたら、さらに水をちょい足ししながら7、8分炒めます。しっかり炒めることで、マサラも美味しそうな良い色になります。味にも影響するので、ペースト後の炒めもしっかり炒めましょうね。ここまで炒められたら、最初に炒めたエビをフライパンに戻します。エビにスパイスが染み込むように全体を混ぜながら 1、2分炒めます。よく絡まったら、水 100cc ほど加えます。水加減はお好みで調整してくださいね。全体をよく混ぜて、蓋をして約10分煮込みます。そうしたら、ジンガーマサラの出来上がりです。
最後に味見をして塩で味を整えてくださいね。今日は濃厚なグレービーに何を合わせようか考えた末に、クミンとギーを混ぜて炊飯器で炊いたバスマティライスと共にいただこうと思います。このカシューナッツを使う作り方は他のスパイスカレーにも応用できて、チキンカレーにもよく合います。なので覚えておくとインドカレー作りのバリエーションも広がると思いますよ。スパイスの香りがとっても良い香りです。プリップリのエビとマイルドなグレービーのジンガーマサラのレシピはこれにて完。今回も今年最後の動画をご視聴くださり、本当にありがとうございました。続けることが苦手な私が、ここまで続けてこれているのは、ひとえに視聴者さんがコメントくださったり、いいねしてくださったりするおかげです。音声をお借りしているので、なんだか感情が声に乗っていなくて編集しながら笑えてしまいますが、本当にそう思っています。2025年は動画を始めて3年目を迎える年。どんな年になるかな？どんな動画をお届けしたいかな？または、どんな動画をご期待してくださっていますか？些細なことでもコメントで皆様のお声を届けていただけたら嬉しく思います。そうそう、2025年はようやくインドへ行けそうなので、一味違った動画もお届けできそうな予感です。ではでは、素敵な年をお迎えください。フィルミレンゲージ。